正弘のうまいのなんの。いつかまたはい、登場していただいて、やっぱりもうそういう話で最高です。うまいのなんのの正弘です。今日は江東区福住にあります天ぷら三河ゼザン居にお邪魔しています。これからですね、魔法の天ぷらをいただいていきたいと思うんですが、4回にわたってお伝えできればと思っています。第1回の今日はエビです。どうして天ぷらはエビから始まるのか。はい、これから天ぷら三河ゼザン居の美味しい天ぷらをいただきたいと思いますが、ご主人の皆さん旦那っていうんですが、早乙女哲也さんです。よろしくお願いします。はい、はい、早乙女なんですね。早乙女さんじゃないんですよね。早乙女です。あはい、一応これは水前の日から冷やしてるか冷たい方がいいんですね。ら。そうです。置いといた方がカルキさも抜ける、カルキが抜けるから。もうここでね、よく水と卵はもう混ぜちゃわないと、はい、中に卵は全卵全卵で入ってます。これも一昨日から2日冷やしてあります。なおかつその溶く時に粉が軽く溶けるように、粉がねふるった時に軽く落ちないと、手が右と左が連動してるので、左に力が入ると右も力入っちゃう。そうするとそれは衣は溶くんじゃなくて衣に力が加わっちゃうので、イメージと違う衣になるんです。なっちゃう。だから先にこれ象牙の箸ですけどね、象牙の箸、まあ象牙じゃなくたっていいんですけど、要するにこう空気をちょっと入れて粉を軽くしておく、はい、でこれを今度は手首と肘と肩でこの箸を力抜く、力を抜く、力を抜いて、要するに水に押し戻されていやいや力が入るぐらいの腕の力で粉を溶くので、練るわけでもないしかき回すわけでもないし、そこがねみんな右手と左手が全く違う動きをする。つまり軽くしなきゃいけないと、重くなるっていうことはグルテンが出るっていうことにつながるんですか。そうですね、まあ、グルテンが出るのもあるし、これね3層にしてるんですよ。全体から見た時に1番上をちょうどよくして、2番目はちょっと薄くして、3番目うんと薄くして、そういう3層にした衣を溶いてるので、泡立て器でごちゃごちゃやってもそれはできないんですよね。あれはかき混ぜるだけだから、これは溶いてるから。溶いてる。はい。言うとね、すげえそんな難しいことしてるのってなるんだけども、一応空気と水と粉、空気水粉空気水粉っていう羅列を作ってるんですよ。油の中へその衣が入った時に音がするし、泡が出るっていうのは水分を弾き出してるんですよ。そうするならば空気粉になるんですよ。でその空気の穴からこれからやる仕事を、そのどれぐらい水分を抜くか、どこから水分を抜くかっていう計算をしてるので、これはすごい大事な。大事。なんか科学者みたいな感じです。そうそう。いやもうものづくりっていうのは、まあここへお客さんの前に立つ以上は数学者で、科学者で感性がなければ、アーティスト。そうです。それでなおかつそれに表現できるだけのテクニックを持ってなければこういう立つ資格はないよっていう結構難しいですね。衣はもうできました。はい、はい、じゃあここにエビがあります。天ぷらに使うエビって決まってるんですよね。だいたいもうこう一足半つって一握りで頭と尻尾が出る。だいたいこれがね 25g から 30g です。巻きエビ。はい。でこれ見てもらうと分かるんですけど、こんだけ立派なひげが出てる。これは天然だから。養殖は
たくさんその狭いところで飼ってるので全部切れちゃうんですよ。これは天然だからこうやってその、はい、ひげが。ひげは上げたりしないんですか？お客さんには黙ってないと本当はまずいんですよ。あら今日のエビ養殖みたいに見られちゃうからね。で今こう見えてカメラ背わたがこう抜けてます。で今こっちの手で抜いてこっちの手で頭外してる。だ同時にこっちで背わたを掴んで、こっちで背わたを抜きながら私はこっちの手でこう頭を外してるんですよ。背わたは竹串で取るんですかなんて言ってるけど、まあ右手と左手2本あるので別々の仕事をします。これ僕らでも簡単に剥けるんですか？そういうふうに10万本ぐらい剥けば剥けるようになるので、上手になります。10万本、まあ最低でも10万本は必要かな。でこれははい、鬼皮を今剥きました。目玉を外しました。はい、この一番前にある角みたいなシャベルを折りました。煽りました。中にある味噌を抜きました。抜きました。跳ねるから。そうです。でこれをその一連の動きの中でやっています。鬼皮を剥いた目を、鬼皮っていうんですか？そうです。目を外したシャベルを折った味噌を抜いた。ひげはそのまんま。ひげはそのままで大丈夫ですね。この頭をちゃんと上げるために、そうです。余計なものは全部外して、跳ねないようにこう折ったんですね。折ったっていうのはこの真空だからこれが跳ねますから、跳ねないようにこれ折り目をつけておくからですね。はい。で今度は剥いたエビをのします。潰すわけでも切るわけでもないんですよ。普通は包丁でこう何か所か切って、押しつぶしてなんかだらっとこう伸びたようなエビを作ってますけど、これはもし切って潰したらばその場でエビも、まあ、人間だったら死にますよ。切られて潰されてんだから。でもこれはのすっていうのは人間だったらバーンとのしても次の日ちょっと絆創膏一つぐらいで「あ昨日どうも」出てこれるんですよ。それぐらいのエビにダメージをなくした仕事としてそのまっすぐになるように。生かすでもない殺すでもない、ね、殺しちゃっちゃ何もない。これを2箇所で要するにそれをこうのすことによってリズムの出た両方の指で押さえてやってることをのすっていう。のすっていうんですよね。でこのこうリズミカルなリズムが出たようなちゃんとのし方ができないと天ぷら揚げた時にかっこよくならないんですよ。生きてるものは水分ないんですよ。ただ真空状態になってるのでそこが爆発するから一応切っとくんですね。せっかくだとね揚げてるうちにこれが全部なくなっていっちゃうんですよ。まあ、暇な時はですよ暇な時はこれをねいつもねここでこうやってね私が巻き込んで尻尾をねこういうふうに巻き込んで押さえたままこれをこう入れてるんですね。そこは気がつかなかったな、これをこう巻いてこれは天然だよっていうのをなんとなく案にアピールしてる。どこで取れたんですかって聞かれた時にね、要するにそれがまあ1年に 2,3 回しか聞かれないんだけどそうしてます。で身の方をこう必ず1匹ずつ出します。要するに余熱で全体に火が回っちゃうのでいつもはだいたい24秒から25秒で揚げています。だいたいその時間で揚げるとエビの芯の温度が45度から47度になる。で45度から47度ではいお待たせ出来上がりました。じゃあいただきます。これは最初塩で食べた方が甘みがよく感じますよね。だからほんのちょっとだけお塩をつけて、甘いし軽いしエビの香りも生きてる。やっぱり天然と養殖って一番違いっていうのはどこですかね？香り。今ねほとんど変わらないです。それくらい養殖立派。もう養殖がエビっていうのはね養殖の中でももう一番長いんですよ。
歴史が。はい、歴史がもう60年近いです。世界で一番最初に養殖が完全養殖成功したのは車エビですから、でこれはもう厚生水産って木更津今でもあります。そこでその60年前に成功したのがもう最初なんです。だからそれからハマチだのなんだのってどんどん魚に広がってますけど、これは尻尾から比べると大体9倍から10倍上がってます。それで初めて美味しくなる。僕は角じゃない方からいただいてますが、どっちから食べてもいいんですよね。でもね、そっちから食べた方が口にすごい優しい。優しいですね。はい。必ずね、もう全然飲み込まれないようにエビはもうそういう防御してますから。だから前に向かってみんなトゲが出てるんですよ。で後ろから食べたらば全然当たらない。いやもう味わいがエビなのに香ばしい、まずくる。だから甘みよりなんかエビの香ばしさ。香ばしさとうまさを前面に出した仕事です。はい、ここでエビについてまとめじゃないですけどお話なんですが、はい。天ぷら屋さんってエビがないと飽きないできないでしょうか。最近はね、予約のお客さんだけやってますけど、昔はもう来たお客さん全部やってたわけで、結局エビがなくなっちゃうことも結構多いんですよ。でももしエビがなくなればとりあえずのれんは閉まります。のれんは閉めのれんは閉まってお客さんがガラガラって開けたらね、エビがおしまいになってますけどいいですかって言ってあ、エビなくてもいいよって言ったらばお客さんに入ってます。だから看板なのでやっぱり看板。一応のれんは閉まります。なんで看板なんですかね。まあ天ぷらやったらエビってそういうふうに寿司屋のマグロと一緒でね、そうなるのでやっぱり色合いがいいし、そうですね、おめでたいような色合いで、あと味が穴子屋なんかに比べたらずっと軽い。味がそうです、軽いですね。早乙女さんにいつかなんでエビからって聞かれるから何言ってんだと、アルファベットだって ABC って始まるんだからね、当たり前なんだよ。なんかね、外国から来た到来者だから、アルファベットなんだって言われて、いや本気で信じちゃった人いましたよ。いや昔ね、店に貼ってありましたから、アルファベットは ABC で天ぷらも ABC っつってお手洗いのところにね紙貼っといたんですよ。だからお客さんが「なるほど」ってみんな感心してたけど、嘘なんだけどね。はい、ありがとうございました。ありがとう。